皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、実はね、めちゃくちゃ簡単なのにね、いきなり出てきたらね、めっちゃ料理うまいんじゃないって思われるようなね、甘露煮の作り方を紹介させていただきます。そして今回の食材はこれだ。そう5月6月7月ぐらいにね、めちゃくちゃ美味しい鮎なんですけど、その鮎のね、まだ子供の状態、ちょうどね、中指ぐらいの大きさのね、小鮎、骨も柔らかくて頭まで食べれちゃうんでね、こいつを使ってね、小鮎の甘露煮を作っていきたいと思います。ポチャっと作ろうか。はい、それではね、材料から紹介させていただきます。まずこちら、小鮎ちゃん、今回だいたい30匹ぐらいです。たまり醤油、お酒、砂糖、山椒の実、材料は以上です。それではね、まずお鍋の方に用意しておいたね、たまり醤油、お酒、お砂糖入れちゃいます。そこへね、小鮎もドカーンと入れてください。はい、こんな感じね。ちょっと鍋をゆすって全体的に小鮎ちゃんをね、広げてあげます。ここまでできたらね、火をつけてください。火力は中火ぐらいで大丈夫です。このままね、沸騰してくるまでしっかりと加熱してください。全体的にね、煮汁の方が沸騰してきましたらね、火力を調節してください。表面がね、こうポコポコと揺れる程度のね、ちょっと緩めにね、沸騰させた状態にします。この状態でね、このままね、10分から15分ね、しっかりと煮込んでいきます。時折ね、鍋をゆすりながら煮汁の方をね、全体的に絡ませるような感じでこう振ってあげてください。表面がね、うっすらポコポコと沸騰するような火力でこのまましばらく煮込んでいきます。途中でね、今5分ぐらい煮込んだんですけども、ちょっとね、鮎の方がね、クッと引き締まった感じになってきますんで、そういう状態ね、まあ5分ぐらい煮込んだら、こちらね、用意しておいた実山椒、こちらをね、上から加えてください。実山椒を加えたら、またね、ちょっと軽く鍋をゆすってやって、このままね、また再びしばらく煮込んでいきます。最後のね、仕上げまでの時間はね、10分から15分ぐらい煮込む感じですね。その途中で鮎の身が引き締まったところで実山椒を加えてください。それではね、煮込んでいきます。料理楽しんでますか？もっと簡単に作りたい、どうやっても失敗する、うまくいかない、そんなことがあればね、コメント欄に一言残しておいてください。今後の動画作りの参考にさせていただきます。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今ね、15分ぐらいね、しっかりと煮込みました。これぐらいです。まだね、煮汁の方がたっぷりあります。だいたいね、10分から15分ほどね、煮込むだけでも小鮎はね、骨なんかも柔らかいですしね、そのまま頭から食べれるんで、最後の仕上げをしていきたいと思います。このままだとね、まだちょっとさらりとした状態でね、甘露煮っぽくないんでね、火力をアップしてください。火力をアップしてね、全体的にボコボコとね、思いっきり沸騰させながら、この鍋をね、振りながら、煮汁がね、なくなる直前ぐらいまでね、一気に煮詰めていきます。このね、火力をアップしてね、一気に煮詰めることでね、小鮎のね、周りをコーティングしてくれます。はい、こんな状態でね、高火力で一気に煮詰めていきます。最後の方はね、焦げやすいんでね、気をつけてください。焦げないように一気に鍋をゆすりながら煮詰めていきます。はい、これぐらいですね。このね、煮詰めてる煮汁のね、この沸騰した気泡がね、大きくなってきますんで、それぐらいを目安にしてください。大きくなってね、割れにくくなってきます。はい、これぐらい。はい、こんな感じ。なんかちょっととろりとしたとろみがついてると思いますんで、ここまでできたら火を止めて盛り付けていきます。いやー、美味しそうだね。はい、こんな感じ。いい感じのね、照りが小鮎の表面にもついてね、めちゃくちゃ美味しそうです。とはこのまま盛り付けます。
はい、完成しました。小鮎の甘露煮。それでは今日もいただきます。はい、ということでね、小鮎の甘露煮、ほろ苦くてね、めちゃくちゃ美味しいです。結構ね、作り置きもできますしね、お弁当なんかに入れてもいいと思います。もちろん甘辛くね、山椒を効かせて炊いているんで、ご飯のおかずにももう抜群です。おつまみにも最高。いやー、この小鮎ね、やっぱり今からですね、5月6月7月ぐらいがね、食べ頃だと思います。はい、うまい。最高にうまいです。やっぱね、指ぐらいの大きさのね、小ぶりな鮎なんで、もう骨まで柔らかくてね、もう頭ごと丸ごと食べれます。そしてね、煮汁でもさっと煮るだけでできます。今回はね、山椒の実を使ってね、山椒の香りをね、ちょっとプラスしましたけど、別に生姜でも大丈夫です。綺麗にね、美味しそうに形よく炊けたら、もうなんかちょっと料理上手な気しません？実は簡単に作れちゃいます。うまい。今回はねおかずやね、おつまみになるようにちょっと濃いめの味付けにね、仕上げましたんで、醤油の量をちょっと減らしていただければあっさり仕上げることもできると思います。まずはね、今回のレシピ通り作っていただいたらいいと思います。最後のね、ちょっとこう照りを出す感じのね、仕上げの時がね、やりすぎちゃうと焦げちゃうのでね、そこだけちょっと気をつけてください。一気にね、高火力でこう煮汁を煮詰めることでとろみがついてね、鮎の表面にもね、まとわりついて照りが出てめちゃくちゃ美味しそうに見えますんでね、そこだけ気をつけながら作っていただいたら、もうあとはね、火にかけとくだけでできるんで簡単なんで、このね、美味しいね、初夏から夏の間にね、ぜひ試してみてください。魚屋さんとかデパ地下とか行ったらね、売ってると思います。最近はネットなんかでもね、取り寄せできるんでね、一応美味しそうなね、ところちょっと探して、リンクの方はね、説明欄に貼っときます。結構ね、ほろ苦くて最高にね、大人の味のこの小鮎の甘露煮、ぜひ作ってみてください。意外と簡単なのに料理ができると思われちゃいますよ。ということでね、今回は以上となります。ぜひね、小鮎の甘露煮チャレンジしてみてください。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。質問やリクエストなどコメント欄に一言残しておいていただければ、今後の動画作りの参考になりますのでよろしくお願いいたします。それでは次回の動画も見てね。